皆さんこんにちは。今日は日本の四季の中で一番好きな季節、秋について詳しく話したいと思います。夏が終わると空の様子が変わります。夏の間は空が低くて湿度が高かったですが、秋になると空が高くてとても青くなります。白い雲がゆっくりと流れて、どこまでも続いているようです。このような空を天高く馬こゆる秋ということもあります。それは空が高く食べ物が美味しくなる季節という意味です。朝起きると空気がひんやりとしています。窓を開けると気持ちのいい風が入ってきます。昼間は夏のように暑くなく、外で過ごすのがとても気持ちがいいです。夜は少し冷えるので、窓を閉めて寝る人も多いです。この温度の変化を感じると、ああ、もう秋なんだなと思います。秋の訪れを一番に教えてくれるのは風の感じです。夏の風は暑くて湿っていましたが、秋の風は涼しくて、時には冷たさも感じます。この風が木々の葉を揺らして、サラサラという音を立てます。その音を聞いていると、なんだか落ち着いた、静かな気持ちになります。そして、秋といえば、何と言っても紅葉です。紅葉は、春や夏に緑色だったこの葉が、秋になって、赤や黄色、オレンジ色に変わることです。これは、自然の魔法のようです。山全体が、赤や黄色のグラデーションになって、それは見事な景色です。まるで山がカラフルな毛布をかぶったようです。紅葉はどうして起こるのでしょうか。簡単に言うと、秋になって日が短くなり、気温が下がると、子は葉を落とす準備を始めます。その時、葉の中の緑色、クロロフィルがなくなって、元からあった黄色、カロテノイドや、新しく作られる赤色、アントシアニンが見えるようになるのです。だから、朝と夜の気温の差が大きい年は、特に綺麗な紅葉を見ることができます。紅葉の時期は、場所によって違います。日本の北の方や山の上では9月の終わり頃から紅葉が始まります。そして時間が経つにつれてだんだん南の方へと移動していきます。東京や京都のような町では10月の終わりから11月が紅葉の一番の見頃です。人々はこの時期を紅葉狩りの季節と呼んで、美しい紅葉を見にいろいろな場所へ出かけます。東京のような大都会でも紅葉を楽しむことはできます。大きい公園へ行けば必ず綺麗な紅葉があります。例えば、新宿御苑にはいろいろな種類の木があって、赤や黄色、オレンジ色の葉を見ることができます。明治神宮外苑のイチョウ並木は、道の両側が全部黄金色になって、それはまるで別世界です。たくさんの人が写真を撮りに来ます。神社やお寺も紅葉の名所です。古い建物と色とりどりの紅葉の組み合わせは、日本の伝統的な美しさを感じさせます。石の道に
カラフルな落ち葉が積もっていることもあります。その上を歩くと、カサカササクサクという音がします。この音は、秋にしか聞くことができない特別な音楽のようです。時々、風が強く吹くと、木々からたくさんの葉がひらひらと落ちてきます。それは、桜の花びらが散る様子とはまた違う、秋の美しさです。子供たちは、落ち葉を集めて、上に投げて遊んだりします。大人も、つい足を止めて、その美しさに見とれてしまいます。地方へ行くと、もっとすごい紅葉の景色があります。京都の嵐山は、世界中で有名な紅葉の場所です。渡月橋から見る山々の紅葉は、本当に息を飲む美しさです。朝早く、霧がかかっている嵐山は、夢の中にいるような気分にさせてくれます。奈良の吉野山も素晴らしいです。山全体が赤と黄色のグラデーションで染まります。山の上にあるお寺から景色を見下ろすと、その大きさと美しさに言葉を失います。長野県の上高地は山に囲まれたとても綺麗な場所です。穂高連峰という大きな山を背景にした紅葉は、絵はがきのような景色です。綺麗な川の水に紅葉が映っているのを見ると、ため息が出るほど美しいです。日光の色あ坂は、ドライブで紅葉を楽しむのにぴったりの場所です。曲がりくねった道を登っていくと、カーブごとに違う紅葉の景色が見えます。赤い葉、黄色い葉、オレンジ色の葉、車の中からでも、その美しさを十分に楽しむことができます。昼間の紅葉は太陽の光を浴びて、キラキラと輝きます。赤いもみじは深い赤色になって、とても鮮やかです。黄色いイチョウは金色に光っているようです。木の間から差し込む光で葉が透き通って見えることもあります。それは自然が作る宝石のような光景です。夜になると多くの紅葉の名所でライトアップをします。暗い夜の中に赤や黄色の紅葉が浮かび上がります。昼間とは全然違う、幻想的で神秘的な雰囲気になります。静かな夜に光に照らされた紅葉をじっと見ていると、時間の流れがゆっくりになったような不思議な気持ちになります。周りにいる人たちもみんな静かで、その美しさに感動しています。紅葉はただ綺麗なだけではありません。それは日本の文化と深くつながっています。昔から日本人は紅葉を見て美しさとは悲さを感じてきました。紅葉の美しさは長く続きません。すぐに葉は散って冬が来ます。だからこそ、その短い間の美しさは人々の心に強く残るのです。秋は景色が美しくなるだけではありません。食べ物が一番美味しくなる季節でもあります。日本には食欲の秋という言葉があります。それは秋になるといろいろな食べ物が美味しくてついたくさん食べたくなるからです。秋の食べ物の中で一番人気があるものの一つは
魚です。特にサンマと書くサンマは、秋の魚の王様です。秋のサンマは、とても脂が乗っていて、栄養もたっぷりです。一番簡単で、一番美味しい食べ方は、塩焼きです。魚焼きグリルで、サンマをじっくり焼くと、内中に香ばしいいい香りが広がります。焼きたてのサンマに、大根おろしをたっぷり乗せて、醤油を少しだけかけます。箸で身を取ると、皮はパリッとしていて、中身はふっくらとしています。ご飯と一緒に食べると、その美味しさは最高です。家族で食卓を囲んで、焼き魚を食べながら秋だね、と話す時間は、何よりも幸せな時間です。次に、秋の味覚で忘れてはいけないのは、キノコです。椎茸、松茸、しめじ、えのきなど、いろいろな種類のキノコがスーパーに並びます。特に松茸は、香りがとても良くて、秋の高級食材として知られています。松茸ご飯は、炊きたてのご飯に松茸の特別な香りが移って、それだけでもう立派なごちそうです。キノコは鍋料理にもよく使います。秋の夜、家族や友達とキノコがたくさん入った温かい鍋を囲むのはとても楽しいです。いろいろなキノコの食感と味の違いを楽しむことができます。秋の野菜もとても美味しくなります。里芋、さつまいも、かぼちゃなどは秋が旬です。里芋の煮物はほっこりとした食感と優しい味が家庭の温かさを感じさせます。さつまいもはそのまま焼き芋にすると甘さが一段と引き立ちます。道で石焼き芋という声を聞くと子供の頃を思い出して懐かしい気持ちになる人も多いでしょう。焼き芋を手に持つとほんのり温かくて皮を剥くと中から湯気が出て黄金色の実が見えます。一口かじると、ホクホクしていて、自然な甘みが口の中に広がります。少し寒い日に、温かい焼き芋を食べる幸せは、特別なものです。果物の世界も、秋はとても賑やかになります。ぶどうと梨は、秋の果物の代表です。ぶどうは、巨峰やシャインマスカットなどいろいろな種類があって、どれも甘くてみずみずしいです。梨はシャキシャキとした歯ごたえと爽やかな甘さが特徴です。食後のデザートとしても喉が渇いた時にもぴったりです。そして秋の終わり頃から美味しくなるのが柿です。オレンジ色に熟した柿は木にたわわに実っていて、その甘さは秋の深まりを教えてくれます。渋い柿は干し柿にします。干し柿も秋の終わりから冬にかけての楽しみです。栗も秋を感じさせる食べ物です。栗ご飯は栗と餅米を一緒に炊き込むので、栗のホクホク感とほのかな甘みがご飯全体に広がります。秋の恵みを感じられる料理です。また、栗を使った和菓子の栗きんとんや洋菓子のモンブランもこの時期になると食べたくなります。栗の風味は秋の深い味わいを象徴しているようです。秋の夜、
温かい飲み物を飲むのも気持ちがいいです。新茶の季節は春ですが、秋はほうじ茶や番茶を温かくして飲むのにぴったりの季節です。栗やさつまいもを使ったスイーツと一緒に緑茶を楽しむのもおすすめです。コーヒーや紅茶も夏はアイスで飲むことが多かったですが、秋になるとホットで飲みたくなります。カフェではかぼちゃのラテやさつまいものラテなど秋だけの特別なメニューが登場します。それを見ると、ああ、秋が来たんだなと感じます。秋は祭りや行事がたくさんある季節でもあります。日本中のあちこちで秋祭りが開かれます。秋祭りは、その年に食べ物がたくさん収穫できたことを神様に感謝して、来年もまた豊作になるようにお願いするお祭りです。神社の境内には、たくさんの屋台が並びます。たこ焼き、焼きそば、りんご飴の屋台は、とてもいい香りがします。子供たちは浴衣を着て金魚すくいをしたり、くじ引きをしたりして楽しそうに遊びます。大人も屋台のビールやお酒を楽しみながら友達や家族と話して過ごします。夜祭りでは暗い中をみこしや山車が提灯の明かりをつけて町の中を歩きます。太鼓や笛の音が街中に響き渡って、お祭りの雰囲気を盛り上げます。わっしょい、わっしょいという掛け声が聞こえてきます。浴衣を着た人々の笑顔と、秋の涼しい夜の空気が混ざり合って、心に残る思い出になります。学校では、秋に運動会があることが多いです。子供たちは赤組と白組に分かれて、徒競走や団体競技、ダンスなどに一生懸命取り組みます。青く晴れ渡った空の下、先生や家族の頑張れという大きな声援が飛び交います。子供たちの真剣な顔、楽しそうな笑顔、そして頑張る姿に大きな拍手が送られます。昼休みには家族と一緒にシートを広げてお弁当を食べます。運動会の日に食べるおにぎりや唐揚げはいつも以上に美味しく感じます。友達とお菓子を交換するのも楽しみの一つです。運動会の最後には大抵紅白対抗リレーがあります。会場は子供たちの走る姿に大きな歓声と熱気に包まれます。勝ったチームも負けたチームも最後にはみんなで肩を組んで歌を歌います。友情と協力の大切さを感じる心温まる瞬間です。秋晴れの空の下で行われる運動会は日本の秋の忘れることができない風景です。秋は賑やかな祭りや美味しい食べ物の季節であると同時にとても静かで落ち着いた時間をもたらしてくれる季節でもあります。夏の賑やかさが終わり、冬の静けさがまだ来ない、この短い季節の中で、人々は自分の心と向き合う時間を持つのです。秋は芸術の秋とも呼ばれます。なぜなら、この季節は何かを作ったり、深く考えたりするのにぴったりだからです。夏の間は暑くて外に出ることが多かったですが、秋は過ごしやすいので、室内で静かに過ごす時間が増えます。
美術館や博物館では、秋に特別な展覧会を開くことが多いです。人々は静かな展示室で、美しい絵や昔の道具を見て、ゆっくりと時間を過ごします。そこで感じたことは、その人の心を豊かにしてくれます。町の中では、音楽祭や文化祭も行われます。学校の文化祭では、生徒たちが自分たちで作った作品を展示したり、劇や演奏を披露したりします。地域の文化祭では、普通のおじいさんやおばあさんが作った俳句や絵が飾られていることもあります。それらを見ると、日常生活の中にもたくさんの芸術や発見があることに気がつきます。秋の夜長は本を読むのにも最高の時間です。窓の外からは虫の声が聞こえてきます。部屋の中では温かい飲み物を飲みながら好きな本のページをめくります。静かな時間が流れていき、物語の世界に深く入っていくことができます。時々、外の暗い空を見上げると、月がとても綺麗なことに気がつきます。秋の月は、一年で一番美しいという人もいます。特に十五夜と呼ばれるお月見の夜は、空が晴れていれば、まん丸で明るい月を見ることができます。日本ではこの日にすすきを飾って月見団子や里芋、栗などの収穫したものをお供えします。それは実りの秋に感謝する気持ちを表すための古い習慣です。縁側に座って静かに月を眺めていると、何百年も前の人々も同じようにこの月を見ていたのだな、と思うことがあります。その瞬間、昔と今、自然と人間がつながっているような不思議な気持ちになります。秋の旅行もとても人気があります。天気が安定していて、どこへ行っても快適に過ごせるからです。中でも紅葉を見ながら入る温泉は最高の楽しみです。山の中の温泉旅館に泊まると、窓の外には赤や黄色に染まった山々が見えます。露天風呂からは、その美しい自然を直接見ることができます。熱いお湯に体をつけて、冷たい空気を吸いながら紅葉を見上げる、この体験は日本の秋でしか味わうことができません。温泉から上がった後、浴衣を着て縁側で冷たい牛乳を飲む瞬間は何とも言えない気持ちよさです。体は温泉で温まっていて、心は紅葉の美しさで満たされています。このほっとする時間、これこそが日本の秋の旅の一番の思い出になります。田舎へ行くと秋の終わりを感じさせる風景が見られます。田んぼでは稲刈りが終わって稲を干している光景を見ることができます。黄金色の稲がきれいに並べられている様子はどこか懐かしく、そして平和な気持ちにさせてくれます。農家の人たちの一年間の努力の結果がそこにあります。秋の夕暮れは特別に美しい時間です。太陽が沈む少し前、空の色がオレンジ色から赤、そしてだんだん青紫色に変わっていきます。街全体が柔らかい光に包まれて、とても穏やかな雰囲気になります。
公園のベンチではカップルや年配の夫婦が肩を並べて沈んでいく太陽を静かに見つめています。風の音と遠くで聞こえる子供たちの声だけがその静けさを優しく破ります。この時間に今日も一日ありがとうと自然につぶやきたくなるのです。しかし、秋は少しだけ寂しい気持ちも運んできます。夏の活気が去り、これから来る冬の寒さを感じ始めるからです。木々の葉が散り始め、道に葉っぱがたくさん落ちているのを見ると、もうすぐ冬なんだな、と感じます。この季節は、昔の友達や、離れてしまった家族のことを思い出させてくれることもあります。でも、その寂しさの中には、温かさもあります。それは、美しい思い出に対する感謝の気持ちなのかもしれません。やがて、冬の冷たい風が吹き始めると、木々の葉はほとんどすべて落ちて、秋の終わりを知らせます。しかし、心の中には、秋の思い出がしっかりと残っています。赤や黄色に染まった山々、美味しい食べ物の数々、祭りの賑やかな音、虫の声、月明かり、これらの記憶は、寒い冬の間中、私たちの心を温かくしてくれるのです。日本の秋は、ただの季節の一つではありません。それは、私たちの心を豊かにし、自然の美しさと人生の深さを教えてくれる大切な時間です。自然と共に生きてきた日本人にとって、秋は感謝と静けさの象徴なのです。私は日本の秋が大好きです。その静かで美しく、少し切なく、それでいて暖かい空気が、いつも私の心を落ち着かせてくれます。秋の道を歩いていると、自然と心が穏やかになり、明日も頑張ろうという前向きな気持ちが湧いてきます。秋は、命の輝きと、やがて訪れる変化を受け入れる準備を、そっと教えてくれる季節です。その短い時間の中に、たくさんの美しさと知恵が詰まっています。だからこそ、日本の秋は何度体験しても私たちの心を動かし続けるのでしょう。